呪いを背負った青年ケムと彼を陰ながら守り続ける古代魔法を扱えるマスター。運命に翻弄されながらも2人が純粋な愛を貫こうとする物語。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ケムの血筋には恐ろしい呪いが宿っていた。代々この家系の男性は21歳の誕生日を迎える前に必ず非業の死を遂げるという残酷な運命を背負わされていたのだ。愛する息子を守ろうと母親はケムジラという女性の名を与え、呪いを欺こうとした。長年彼を守り続けてきたお守りもあった。だがその守りは邪悪な霊の執着な攻撃を受け、ついに力を失ってしまう。21歳の誕生日まで残された時間はわずか半年。絶望の中で親友ジェットは希望を捨てなかった。必ず呪いを打ち破る方法があるはずだ。そう信じ、ケムを古代魔法を扱えるマスターに引き合わせることを決意する。さらに運命は動き出す。偶然にも学校行事がその村で開催されることになり、ケムは友人チャンをジェットに引き合わせるのだった。村の賢者として敬意される魔術師マスター。ケムが初めてその姿を前にした瞬間、胸に説明のつかない激しい動悸が走った。しかしマスターの瞳は氷のように冷たく、放たれた言葉は鋭利な刃。ケムの心を容赦なく切り裂くだけだった。その夜、無数の悪霊がケムを襲った。マスターは自らに仕える忠誠な精霊トンとアケを従え、一晩中懸命に彼を守り抜く。だが翌朝、必死に呪いの解除を懇願するケムにマスターは感情を殺した声で告げた。因果応報の鎖には関わらない。かつて彼は村を守るため白魔術のみを使うと祖父に誓いを立てていたのだ。そしてなぜ自分だけは救ってくれないのか。必死の問いかけに対しマスターの答えは容赦なかった。俺の使命は村人を守ること。お前は所詮よそ者だ。だが運命はさらに劇的な展開を用意していた。軍服に身を包んだ謎めいた霊が現れ、前世の記憶へと誘っていく。ケムミカが運命の人ワットと出会ったのは、木の上で困っている猫を助けようとしたその時、友人の兄である凛々しいワットと視線が交わった瞬間、2人の間に稲妻のような恋が芽生えた。そして迎えた祝福に満ちた婚約の日。先祖代々受け継がれた神聖な指輪に永遠の愛を誓い、家族の温かな笑顔に包まれる。ただ一人、ワットの弟ソヤだけが胸に秘めた複雑な思いを隠しきれずにいた。しかし戦争という無情な現実が愛し合う2人を引き裂く。必ず君を迎えに帰る。魂を震わせる切ない約束を残し、ワットは戦場へと旅立っていった。家を離れる直前、彼は最愛の人を弟ソヤに託した。その判断が後に悲劇の引き金となることも知らずに、現実世界に戻ったその瞬間、マスターは目の前に立ちはだかる軍服の霊を古い壺に封じ込めようと術を展開した。だが決定的な瞬間、外にいたケムの存在がマスターの集中をわずかに乱す。その隙を突き、霊は封印を逃れてしまった。外から聞こえた名前、ケムミカ。ケムは直感的に自分と深いつながりがあることを悟り、マスターに真実を求める。しかしマスターは堅くなに口を閉ざし、代わりに冷酷な言葉を投げつけた。ケムの胸に深い傷が刻まれる。夜の帳が降りる中、軍服の霊が再び姿を現す。そしてケムを恐ろしい悪夢の世界へと引きずり込み、彼が知りたがっていたケムミカの悲痛な真実を容赦なく突きつけたのだった。ケムミカの震える手に届けられた手紙、愛するワットからの頼りだと信じ、期待と不安の入り混じる心で封を切る。だがそこに記されていたのは彼の戦死を告げた無情な知らせだった。現実を受け入れられず、すでに病に蝕まれていたケムミカの華奢な体は折れた花のように大地に崩れ落ちる。やがて少しずつ歩けるようになったケムミカの前で、ソヤは燃えるような思いを告白し、真剣にプロポーズした。しかし彼女の心の奥底にはワットただ一人だけが永遠に住み続けていた。迷いのない拒絶、それがケムミカの揺るぎない答えだった。その瞬間、ケムは前世の記憶を鮮明に取り戻す。目の前の男こそ前世で自分を愛したソヤだった。だが運命は残酷だ。前世と同じようにケムの心は決してソヤには向かなかった。
その無慈悲な現実にソヤの理性が崩壊した。いつになったら僕を見てくれるんだ。魂を引き裂くような叫びがケムの心を激しく揺さぶる。一方チャンからケムが忽然と姿を消したとの報告を受けたマスターとジェットは戦慄した。マスターは緊迫した声で指示を飛ばす。1時間経っても戻らなければ線香をもう1本灯せ。魂を肉体から離脱させる危険な術を使いケムの救出に向かったのだった。そしてソヤがケムを掴んだ瞬間、長年息子を守り続けてきた母の霊が現れ、愛する息子を救い出す。だが母子の再会もつかの間、ソヤが再び不気味に接近してくる気配に気づき、2人は慌ててクローゼットに身を潜める。しかしそこはソヤが隅々まで熟知している場所だった。すぐに発見され、恐怖に震え上がったケムはもはや身動き一つ取れなくなっていた。その絶望的な瞬間、天から舞い降りた救世主のようにマスターが凛々しく現れた。彼はソヤの霊を現実世界へと強制送還し、チャーンとジェットの協力を得て、ついに悪霊を封印の壺へ閉じ込めることに成功する。だがまだ終わりではなかった。残るはケムの行方。マスターは鋭い眼差しでチャーンに命じる。お前の感じる方向を教えろ。天賦の霊感を持つチャンの的確な案内で3人は行方不明のケムを探し始めた。やがて古木の根元で天使のように安らかに眠るケムを発見。チャンとジェットが慌てて駆け寄ろうとしたその時、マスターは静かに歩み寄り、自らの腕でケムを優しくお姫様抱っこする。眠りの中でケムが目撃したのは前世の衝撃な結末。戦争が終了し、ワットはついに故郷へと帰還した。だが彼が待ち受けていたのは想像を絶する残酷な現実だった。実はソヤが偽造した戦死通知書によってケムミカは完全に騙されていたのだった。偽りの知らせに絶望したケムミカは愛する人の帰還を見ることなくこの世を去っていった。真実を知ったワットの胸に消しようのない怒りが燃え上がる。ソヤへの憎しみとケムミカへの永遠に変わらぬ愛。ソヤの身勝手な愛が全ての尊い絆を粉々に壊してしまったのだ。胸が張り裂けるような悲劇の記憶。それを目撃したケムは夢の世界からゆっくりと現実へと帰還する。まぶたを開けるとそこにはマスターの姿があった。ケムは彼にすがりつき、抑えきれない涙を流し続けるのだった。しかしマスターは静寂の中で冷静に告げる。お前が見たのは全て前世の記憶だ。今の俺はワットではない。そしてお前もケムミカではない。その言葉にケムは現実の重みに引き戻される。感情の嵐に飲み込まれそうになりながら藁にもすがる思いで懇願した。眠りにつくまでどうかそばにいてください。マスターは無言でうなずく。ケムは勇気を振り絞り小さな声でまたお願いした。手をつないでいただけませんか。しばらくの沈黙の後、マスターはほんの小指だけをそっと差し出した。ケムはその指に触れ静かに目を閉じる。胸が締め付けられるほどのささやかなぬくもり。ああ、この2人はなんて純愛なんだろう。翌朝、ドアの陰から密かに見守っていたトンとアケ、そしてジェットの表情がこれ以上ないほどの絶品だった。後にソヤの霊が深い懺悔の念を込めて告白する。自分勝手な愛だったけれど、それでも心から君を愛していた。切ない魂の叫びにケムは静かに答えた。許します。こうして長きにわたる因縁の糸はついに終止符を打たれた。だが物語はここで終わらない。ソヤがケムミカを悪霊ランペンから守ろうとしていた。それが真実だったのだ。ランペンはケムミカに強い怨念を抱いている。その理由はまだ明らかではない。だが一つだけ確かなことがある。これからもケムは彼女の標的であり続けるだろう。そしてケムは母の霊との最後の対話の中で衝撃的な事実を知る。マスターこそが赤ん坊だった自分を死の淵から救ってくれた命の恩人だったのだ。ケムの胸には言葉では言い尽くせない深い感謝と温かな愛情が静かに湧き上がっていった。やがてケムとジェットは夏休みをマスターの屋敷で過ごそうと決め、2人で大掃除を始める。微笑ましい光景が屋敷に広がる。一方その頃、悪霊ランペンとの戦いで深手を負ったマスターは血を吐きながらも真っ先にケムの安否を気にかける。窓越しにケムの無邪気な笑顔を見てようやく安堵の息をついた。夏休みの滞在を願い出たケムとジェットにマスターはうなずき承諾の意を示す。さらにチャーもこの好機に加わり、やがて正式な弟子として迎えられ、ジェットと共に魔術の修行を授けられることになった。
ただしケムだけは例外だった。動機が不純なものは弟子にできない。まるで遠回しの愛の告白のように聞こえる。私の心もジェットのように邪推の迷宮に迷い込みそうになる。だが当のケムはそんな深読みをせず、ただ自分が嫌われているのではないかと一人悲しみに沈むばかりだった。マスターは昼間ケムの指が絆創膏だらけになっているのを見ていた。夜になって安らかに眠る彼の部屋をそっと訪れる。そして優しく薬を塗り直し、一枚一枚新しい絆創膏に張り替えていった。これほど大切に思っているなら素直に愛していると言えばいいのに。だが彼がその言葉を口にできないにはまだ明かされていない深い理由があるのかもしれない。私はそう思って自分を慰めた。一方のケムは村のおばあちゃんから愛の魔法の呪文を授かり、勇気を振り絞ってマスターの部屋の前に立つ。だがタイミングの悪い偶然が重なった。ドアが開いた瞬間、ベビーパウダーが雪のようにマスターの顔に盛大に降りかかる。激怒したマスターはケムに顔を拭くよう厳しく命じる。そして呪文の内容を問い詰め、容赦のない拒絶の刃をケムの心に突き立てるのだった。深い悲しみに打ちひしがれたケム。それでも翌日には何事もなかったのように明るく振る舞おうと懸命に努力した。だがマスターの氷のような冷たい態度が2度も彼の純粋な心を深く引きつける。次第にケムの胸にはもう諦めた方が賢明なのかもしれないという思いが広がり始めた。そんな折、プリムの父と弟一家がマスターのもとを訪れた。プリムは女性らしい魅力を存分に発揮し、必死にマスターの心を捉えようとする。一方プリムの弟はケムに一目惚れし、情熱的で積極的なアプローチを仕掛けた。だがその光景を目撃したマスターは思わず嫉妬の炎を隠しきれない。こっそりと様子を見ていたジェットの表情がこれまた最高に味わい深かった。そして物語の終盤、ケムは偶然マスターとトン・アケの重要な会話をドア越しに耳にしてしまう。プリムが自分を慕っているには悪意はない。わざわざ阻止するようなことでもないだろう。マスターが淡々とそう語るのを聞き、ケムの胸に複雑で言いようのない感情が静かに波立つのだった。以上がケムジラの第1話から第6話までの展開。また次回お会いしましょう。ではでは。There are times it's hard to see the light at the end of